こんにちは、みなせです。今回は神戸周辺のカフェを5つ紹介したいと思います。隠れ家的なカフェからコーヒーが美味しいカフェ、そしてレトロなカフェまでいろんなタイプのお店を紹介しているので、きっと行ってみたくなるようなカフェに出会えると思います。それと概要欄にお店の URL を貼っているので、思い出せるようにチャンネル登録しておくと便利です。それでは早速紹介していきます。最初に紹介するのは元町駅から徒歩6分のところにあるカフェデ・アゲンタさんです。お店は雑居ビルの2階にあるんですが、かなり隠れた場所にあるので Google マップを使っていくのがおすすめです。この辺りはよく通っていたんですが、調べるまでこのお店に気づきませんでした。店内は様々な色があふれる空間で、ヴィンテージの家具も相まってレトロな雰囲気が漂っていました。意外とこういった雰囲気を持っているカフェって少ないんですが、大阪の中崎町には雰囲気が近いカフェがいくつかあるので、興味のある方はそちらの動画も見ていってください。席に関しては4人掛けの席と2人掛けの席があったので、いろんなシチュエーションで利用できると思います。ただ結構人気のお店みたいなので、事前に予約してから行くのがおすすめです。またお客さんの層に関しては女性のお客さんも多かったんですが、意外にも一人で来ている男性の方もいて、メニューは僕が行った時は軽食はなくてドリンクとスイーツが中心になっていました。このお店はフォトジェニックなスイーツが有名で、季節によって変わるみたいなんですが、この時は桃を使ったメニューが多かったです。一人当たりの予算はワンドリンク制なので、スイーツを頼む方は1500円程度はすると思います。今回僕はフルーツシフォンケーキと紅茶を頼みました。シフォンケーキはヨーグルトソースやフルーツの酸味とシフォンケーキの甘さがマッチしていて、とても美味しかったです。いちごを使ったフルーツも美味しいとのことなので、次回はいちごの季節に行ってみたいと思います。皆さんもぜひレトロな雰囲気で美味しいスイーツを味わってみてください。続いて紹介するのは元町駅から徒歩5分のところにあるリマコーヒーさんです。最初に紹介したカフェデ・アゲンタさんのすぐ隣にあるので、カフェ好きの方は合わせていくのもおすすめです。このお店はもともとコーヒー豆の焙煎所をしていたお店が、お客さんにゆっくりしてほしいとの思いから2021年に今の場所に移転したそうです。またコーヒーのこだわりは店名にも含まれていて、リマはインドネシア語で数字の5を意味するんですが、その後にはコーヒーの香り、酸味、甘み、苦み、コクの5つの要素を大切にして、お客さんの暮らしをより豊かにしたいという思いが込められています。店内は建物のレンガを生かしたブルックリンスタイルになっていて、まるで海外に行ったかのような気分になりました。お客さんの層に関しては、僕が行った時は30代ぐらいの男女のお客さんが来ていて、思っていたよりも幅広くコーヒー好きの方が来ているみたいです。メニューに関してはコーヒーが中心で、今回紹介するカフェの中でも1、2を争うくらい種類が豊富でした。普段あまり目にしたことのないホンジュラスやコスタリカの豆もあったので、ぜひいろいろと試してみてください。フードに関しては軽食はなかったんですが、焼き菓子の種類が豊富だったので、コーヒーと一緒に楽しむのもおすすめです。一人当たりの予算はコーヒーと焼き菓子合わせても1000円前後で利用できると思います。今回僕はカフェラテを頼みました。お店でコーヒー豆を焙煎しているためか、コーヒーの香りやコクがしっかりと出ていて美味しかったと思います。皆さんもぜひ美味しいコーヒーを味わいにリマコーヒーさんに行ってみてください。ここでちょっとした PR なんですけど、実はこのチャンネルでは公開していないとっておきのお店をコミュニティ限定で紹介しています。皆さんはデートや友人と遊ぶ際に行くお店がマンネリ化してしまったことってありませんか？ここで紹介するお店はワクワクさせてくれるようなお店が多いので、きっと刺激的な休日を過ごせるんじゃないかと思います。興味のある方は期間限定でメンバーを募集しているので、ぜひ概要欄の URL をチェックしてみてください。続いて紹介するのは元町駅から徒歩1分のところにあるカルスカフェさんです。このカフェは雑居ビルの中にあって、真っ白な内装が特徴的なお店になります。カラスは黒いのに店内が真っ白っていう意外性も面白いですよね。真っ白なカフェといえば京都駅の近くにあるゴールデンウッズ京都さんもおすすめです。
そちらも動画でまとめているので、興味のある方はぜひ見ていってください。席に関してはカウンター席が8席あって、お店自体がコンパクトな作りになっているので、大勢で行くというよりは少人数で行くのがいいと思います。お客さんの層に関しては写真映えもするので、若い女性の方が多いのかなとも思ったんですが、性別に関係なく幅広い年代の方が来ていました。メニューに関してはケーキやコーヒーだけでなく、サンドイッチのような軽食やスープもあったので、ランチ利用もおすすめです。ちなみにこのお店はドーナツが人気のメニューで、トッピングにアイスを乗せて食べるとより美味しいみたいです。残念ながら僕はドーナツは食べていないんですが、食べたことがある方がいれば、ぜひどんな味だったのか教えていただけると嬉しいです。皆さんもぜひカラスカフェさんで落ち着いた時間を過ごしてみてください。そしてこのカフェを教えてくださった視聴者のアボカド大臣さん、ありがとうございました。続いて紹介するのは元町駅から徒歩3分のところにあるジ・アンカーコーヒー&ワインスタンドさんです。元町駅からは歩いて近いんですが、路地裏にあるので普通に生活していたらわからない場所にあると思います。このお店は店名にもある通り、コーヒーとワインを楽しめる珍しいお店で、店内は間接照明やネオンに照らされたおしゃれな空間になっていました。席に関してはテーブル席とカウンター席があったので、一人でフラッと入る分にも良さそうです。インスタでよく写真が載っているのは窓際の席で、大きな窓が開放的なので、個人的にもおすすめの席です。お客さんの層に関しては比較的若い世代の方が男女ともに多かったと思います。またメニューに関してはシンプルにコーヒーとワインのメニューがあって、どのメニューも500円前後でいただくことができます。今回僕はカフェラテを頼んで、ワインは飲んでいないんですが、もし飲んだことがある方がいれば、おすすめのワインを教えていただけると嬉しいです。カフェラテなんですが、一杯一杯丁寧に入れてもらえて、ラテアートも綺麗に出ていたのでおすすめです。味に関してもコーヒーのコクがしっかりと出ていて美味しかったと思います。またコーヒーが苦手な方はココアもラテアートを描いてくれるそうなので、そちらもおすすめです。最後に一つ注意点があって、僕が行った時は現金のみだったので、普段キャッシュレス決済をしている方は注意してください。皆さんもぜひこのおしゃれな空間でコーヒーやワインを楽しんでみてはいかがでしょうか。最後に紹介するのは三宮駅から徒歩8分のところにある西村コーヒー店中山手本店さんです。神戸出身の方は知っている方も多いと思うんですが、1948年創業の神戸を代表する喫茶店で、この本店は北ドイツ風の木組みの様式が特徴的なお店です。店内はブラウンを基調としたシックな内装で落ち着いた雰囲気が漂っていました。席に関してはお店が3階建てになっているので、全部で100席以上はあって、今回僕は1階の席を案内していただいたんですが、3階の席はフロアごと貸し切りもできるみたいです。またお客さんの層に関しては老舗の喫茶店ということもあって、ご年配の方も多かったんですが、休日は観光で訪れる若い方も多いそうです。余談なんですが、北の坂の西村コーヒーさんも実は行ったことがあって、そちらのお店は昔会員制だったこともあり、他のお店よりも価格帯が高いんですが、内装も高級感があっておすすめです。興味のある方は他の神戸動画も見ていってください。メニューの内容は大きく分けてドリンクメニューとサンドイッチのような軽食とケーキのメニューがあって、どれもかなり種類が豊富でした。僕が行ったタイミングが夕方だったので、モーニングのメニューはなかったんですが、モーニングも美味しいとのことなので、次回はぜひ食べてみたいと思います。今回僕はケーキセットを頼んだんですが、西村コーヒーのケーキはセセシオンという有名なパティスリーのケーキを取り寄せているそうです。そのため味はもちろん美味しくて、コーヒーの苦味や酸味とケーキの甘さのバランスがとても良かったです。皆さんもぜひ美味しいコーヒーとケーキを味わいに西村コーヒーさんに行ってみてください。そしてこのカフェを教えてくださった視聴者のフォレテさん、ありがとうございました。これで今回の紹介動画は終わりになります。気に入ったカフェが見つかった方はぜひ気軽にいいねやコメントいただけると嬉しいです。正直いただけるととても嬉しいです。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。